2次案の新スタイル、エクスプレッシブスタイルの解説。目次です。1、新スタイル追加。2、エクスプレッシブスタイルの使い方。3、エクスプレッシブスタイルの特徴。4、スタイラーズで調整する。5、エクスプレッシブスタイルの背景。2次案にバージョン5、新スタイル。絵柄変更パラメータの解説。絵柄スタイル追加アップデート。4月になりバージョン5が登場しましたが、4月9日、4月16日、4月23日に新しいスタイルが追加されました。デフォルトの絵柄と合わせると、スタイルが合計4種類もあるということですね。今回は4月9日に新しく追加されたエクスプレッシブスタイルについて解説、検証していきます。エクスプレッシブスタイルの使い方。このスタイルを使うには、セッティングスで2次バージョン5を選択。次にエクスプレッシブスタイルを選択。で使用できます。また、その他の方法としては、プロンプトの最後に、半角スペース、2次、半角スペース5、半角スペース、スタイル、半角スペース、エクスプレッシブを呪文の最後につけても使用できます。/S を入力。セッティングスを選択。2次バージョン5を選択。エクスプレッシブスタイルを選択。これで設定完了。あとは呪文を入力して生成していきます。エクスプレッシブスタイルの作例。エクスプレッシブスタイルで生成するとこんな感じに。かなり大人っぽくリアル寄りで少し西洋的な絵柄になりました。それではいくつか作例を見てみましょう。右上の方に呪文を載せています。デフォルトと比べるとかなり違う雰囲気のイラストになりました。バージョン4のぶっ飛んでる感や色鮮やかな感じがこのスタイルにはあります。エクスプレッシブスタイルの4つの特徴。1、リアル寄りな目。デフォルトの絵柄と比べるとリアル寄りの目になります。2、サブサーフェススキャッタリングによる美しい塗り。人間の肌や植物など、より自然な質感や立体感を表現することが可能。また、重厚感のある塗りにもなります。アンビエントオクルージョンによる美しい質感。リアルな環境光の表現により深みのある質感が表現されています。ハイクローマ。デフォルトより鮮やかな記載表現になっています。それでは、2次バージョン5のデフォルトスタイルとエクスプレッシブスタイルを比較してみましょう。左がデフォルトスタイル。右側が今回解説しているエクスプレッシブスタイルになります。だいぶ絵柄に差がありますね。スタイライズで強度を調整しよう。スタイライズでスタイルの影響度を調整することが可能です。スタイライズを使うにはパラメータ-S 数字で調整します。数字は0から1000の間で調整可能です。例えば、ガール、半角スペース、-S、半角スペース10という感じでプロンプトの後につけます。セッティングスでも調整可能です。スタイルローがスタイライズ50、スタイルメッドがスタイライズ100、これがデフォルトになります。スタイルハイがスタイライズ180、スタイルベリーハイがスタイライズ400といった具合にここでも調整可能です。だいぶ大まかな数字になりますが、
こんな感じに調整できます。細かく調整したいなら自分でパラメータを後ろにつける必要があります。それではスタイルの作例を見ていきましょう。こんな感じでスタイルの数字によって絵柄がどんどん変化しています。スタイライズ0から400までは10単位。スタイライズ400から1000までは50単位で変化させています。際どいイラストは外してあります。0から400まではかなり絵柄が変化しているのがわかります。400から1000まではほとんど変化していないようです。実際に使うには0から400まででいいかもしれません。エクスプレッシブスタイルの背景。次にエクスプレッシブスタイルで背景を生成。重厚感のある厚塗り風の背景になりました。アニメ風景としてもいい感じです。それでは作例を見ていきましょう。背景はこんな感じで厚塗りな感じです。細かい描写というよりは塗りつぶして雰囲気を表現されているのが目立ちます。デフォルトは結構細かく描写されるのですが対照的ですね。しかしこの画風もかなり使いどころはありそうだと思います。独特の雰囲気を表現できます。最後に今回は4月に登場したスタイル、エクスプレッシブスタイルを紹介しました。リアル寄りの顔になったり、西洋的な表現が多く再現されていました。自分によってはいい感じのイラストも多く出てきます。また、スタイライズで強さを調整してみると、絵柄が変化していくのも面白いと感じました。エクスプレッシブスタイルは、標準のデフォルトスタイルと使い分けることによって、目的とするイラストを生成することが可能だと思います。また、構図もデフォルトと違う表現になっているのも面白いです。ぜひ皆さんもいろいろと試して、生成して試してみてくださいね。それでは今日はここまで。このようにこのチャンネルでは AI イラストについて発信しています。いいなと思ったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。